こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆横と言います。武器や防具を作るのが好きです。今回は鬼滅の刃のカナオの日輪刀を作っていました。カナオの日輪刀ですが、刃の色がピンク色だったり、つばや鞘に花びらがついていたりと、とても華やかな日輪刀ですね。それでは作り方に行ってみましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。工作用紙1枚では長さが足りないので、複数枚の工作用紙を糊で貼り合わせて長い工作用紙を作ります。貼り合わせたものから刃を切り出します。型紙を使ってその形に切り出します。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。まずは刃を作ります。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒ですね。ニッパーで程よい長さに切ります。中には鉄の棒が入っていてとても丈夫です。この後曲げるので皮を剥いて曲げやすくしておきます。園芸用の棒は100均やホームセンターで買うことができます。型紙に沿うように曲げます。机の角に押し当てて少し力を入れると簡単に曲げることができます。曲げ終わりました。曲げた棒と刃をグルーガンで接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具となっております。ホームセンターや100均で買うことができます。熱くなる道具ですので、やけどなどにはご注意ください。刃先をボンド G17 で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です。工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って接着していきます。刃の峰にグルーガンを盛り付けて隙間を埋めていきます。工作用紙と COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着します。それを刃の端に接着したら、これにて刃組み立て完了です。つばを組み立てます。瞬間接着剤で両面に模様を貼り付けます。瞬間接着剤はすべて100均のを使ってます。つばに穴が開いているので、そこに刃の棒を通して瞬間接着剤で接着します。こちらは花びらパーツです。これらは塗装後に接着します。柄を組み立てます。3枚あるパーツをまずは瞬間接着剤で接着します。端が角張ってるとおかしいのでカッターで斜めに切り落としておきます。グルーガンで刃の棒部分に接着します。隙間に蓋をする感じでパーツを1枚接着します。そして左右両端に1枚ずつパーツを接着します。これにて組み立て完了です。次は塗装です。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとして全体を灰色にラッカースプレーで塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買ってきたものです。エアブラシを使って刃を白く塗っていっています。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法で塗装してください。というわけで白く塗り終わりました。色を塗り分けるためにマスキングテープを加工します。まずカッターマットにマスキングテープをいくつか貼り付けて、型紙を使ってマーキングしていきます。左右1枚ずつ必要ですので2枚マーキングします。それをカッターナイフで切り出します。
マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。というわけで貼り終わりました。エアブラシでピンク色に塗っていきます。使っている塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーです。ミスターカラーもエアブラシもおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。塗り終わったのでマスキングを剥がします。白い部分にほんのりとピンクをのせていきます。こういった表現はエアブラシでないと難しいので、持ってない方は省略してもらってもよろしいかと思います。流れで柄と花びらを塗ります。ちなみに塗りやすいように割り箸に両面テープを貼ってそこにくっつけてます。つばを塗りたいのでマスキングを行います。つばを薄い青で塗っていきます。模様部分を筆で緑色に塗ります。ちょっとカメラの角度が悪くて映ってませんね。縁を銀色に塗っていきます。再びマスキングを行います。残りのパーツを金色に仕上げていきます。花びらをつばにくっつけます。瞬間接着剤を使って片面に3枚ずつつけます。なお、鞘にもこの花びらはつける予定ですので、花びらはたくさん残ってます。使い糸を巻きます。柄に平たい紐を巻いていく作業となります。手芸店で4メートル買いました。ずれてこないように巻きながらところどころグルーガンで接着してます。使い糸の巻き方は過去に作った日本刀の動画で詳しく解説しますので、気になる方はそちらをご覧ください。端まで来たら使い糸を結んで仕上げます。端の結び方は詳しく解説してくれているサイトがありますのでリンクを貼っておきます。というわけで刀の完成です。全長は100センチ、重量は100グラムとなります。中に鉄製の棒が入っているのでとても丈夫です。このように振ったりしても折れるようなことはありません。鞘を組み立てます。パーツを接着します。この接着は瞬間接着剤とアルテコスプレー、こちらは瞬間接着剤の硬化スプレーというものですね。それらを使って接着します。この硬化スプレーがあると接着が非常に早くなり作業がはかどります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。なお、ボンド G17 でも楽に接着できます。お好みの方法で接着してみてください。引き続き端と端を接着します。このような接着しづらいような場所の接着時にはアルテコスプレーを使うととても楽になります。ぜひ試してみてください。鞘の両端にあるパーツを瞬間接着剤で接着します。これにて組み立て完了です。次は塗装です。刀と同じ手順で塗装していきます。造形ベースを塗って、ラッカースプレーを塗って、両端のパーツには銀のミスターカラーを筆で塗ります。花びらを瞬間接着剤でところどころ接着します。これにて一通り完成です。鞘の全長は80センチ、鞘の重量は50グラムとなっております。一通り作るのにかかった制作時間は15時間、材料費は2000円となっております。サイトに型紙データやより詳しい作り方、制作時の注意点も載せております。実際に作られる方はそちらもご覧ください。アドレスは動画の説明欄に記載しております。動画の内容に質問があればコメントでお気軽に書き込んでください。鬼滅の刃の動画は他にもたくさんあります。炭治郎、善逸、伊之助の日輪刀、無一郎、煉獄、実美、義勇、忍、三つの日輪刀といろいろありますので他にもご覧ください。当チャンネルでは武器や防具の作り方動画をたくさんアップしております。他にもいろんな動画があるのでぜひそちらもご覧ください。よろしければチャンネル登録お願いいたします。Twitter やサブチャンネルもやってます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。